こんにちは、リースタイルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のリペアのメインはスプレーです。このチャンネルはリペアを始めたばかりの方やリペアに興味がある方になるべく分かりやすく解説しているチャンネルです。少しでも興味が湧きましたらチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。これはキッチンのカウンターです。この部分は工事中なのか移動中なのかもともとなのか、よくへこみや傷が多い場所です。大きなものではありません。それでも幅広の部材の中央部にあり、斜めから光が差し込むとやはり目立ちます。このリペアのポイントはまさにそこで平らにしてからのツヤの違いをどう処理するかとにつきます。今回はこの小さなへこみをリペアします。はじめにへこみに充填剤を入れます。ハードワックスを使いますが、今回はベスコのハードワックス JC135、 これはカラークリアという商品です。半透明のものです。通常のクリアだとへこみが深い場合に白濁してしまうため、このような濃い色に使うと白く濁ってしまいます。カラークリアを使うことによってそれを避けることができます。レベラーで平滑にします。レベラーは削り始めはゆっくりと動かします。力を入れすぎると充填剤が剥がれてしまうことがあります。徐々に力を入れ押さえつけるイメージで削っていきます。平らになりましたが、ここでやっておくことがあります。それは周りにはみ出したハードワックスをきれいに拭き取ることです。これをきれいに取っておかないと後の作業が大変になります。リキッドサンドペーパーを使います。シンナーを使うとハードワックスなどはもとよりカウンターなどの表面の塗装まで侵してしまいます。リキッドサンドペーパーはその点塗装を傷めづらいので最適です。傷より大きくなった補修跡を隠すために必要以上にスプレーを吹くことになってしまいます。スプレーは厚吹きすると木の表面の銅管や小さな凹凸を塞いでしまい、その部分だけつるっとした仕上がりになってしまいます。それを防ぐためにきれいに拭き取ります。拭き取った後に角度を変えて見てみると、充填剤が入っている部分だけキラッと光って見えます。これをスプレーで何とかしなくてはいけません。スプレーはこちらを使います。SD サンジングシーラー、ノンブラスプレー、艶合わせにアクリルスプレー。最初に SD サンジングを吹きます。傷を中心にあまり厚吹きにならないように吹きます。続いてノンブラスプレーを吹きます。これはかなり多めに吹いています。先に打った SD サンジングを溶かして平らにするようなイメージで吹きます。ドライヤーで乾燥させます。乾燥させるとややツヤは上がり気味になります。艶合わせのスプレーを吹きます。今回はアクリルスプレーです。7分艶のものを使用しました。ノンブラスプレーを吹いてなじませます。そして乾燥させ、ゆっくりと養生を剥がして終了になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン講習会などの情報を LINE で発信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。
では次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。